うこそお城へ。早速ですが問題です。私は誰でしょう。正解は番組の中で。それではお城巡りスタートじゃ。皆さんこんにちは。本日もお城巡りにやってまいりました。今回訪れたお城は神奈川県小田原市にある小田原城です。小田原城は豊臣秀吉の小田原征伐の舞台となったお城です。また戦上手で有名な上杉謙信、武田信玄が攻め落とせなかった難攻不落のお城としても有名です。早速行ってみましょう。今回は上杉謙信の小田原城攻めに話の的を絞っていきたいと思います。小田原城は上杉謙信が落とせなかったお城です。上杉謙信といえば戦国で一二を争う戦上手と言われています。戦国時代最終的に天下を取ったのが徳川家康。徳川が最強じゃないかという話です。最終的に天下を取る徳川家康を三方ヶ原の戦いで関白駅までに叩きのめしたのが武田信玄。徳川家康は武田が滅びた後も武田の家臣を積極的に抱え、武田の軍服を徳川家に導入します。飯野赤備えはその代表格です。武田信玄を戦の先生として学び続けました。その武田信玄と川中島の戦いで互角に戦ったのが上杉謙信です。上杉謙信は手取川の戦いで当時常勝軍で天下の主導権を握りつつあった織田軍を打ち破ります。上杉謙信の生涯戦績は71戦中61勝2敗8分け、勝率は 85%。こういった実績もあり、上杉謙信はおそらく戦国武将で最強の一人に挙げられるのだと思います。本題に戻ります。小田原城は最強武将の上杉謙信を撃退するのに成功しました。上杉謙信は越後の国、現在の新潟県の武将です。北条氏が関東で大きな領土を保有しているはずなのに、なぜ新潟の上杉謙信が小田原城に姿を現すのかと疑問を抱く人もいると思います。上杉家は関東管領の家柄です。関東の管領です。室町時代、京都には久保、すなわち足利将軍とそれを支える管領がいました。関東は統治が難しいので、関東にも京都と同じような形態を持った小さい組織がありました。関東には京都の将軍に任命された関東の久保が派遣されており、それを補佐する管領、すなわち関東管領がいました。関東の鎌倉久保は家督争いなどもあり、勢力争いがあったため、結果的に幕府から時を経て複数の人物が派遣されました。そのため複数存在し複雑になりました。関東管領は上杉氏です。上杉氏は本流の山内上杉氏と支流の大木谷上杉氏が争います。当時は本流の山内上杉氏の上杉憲政という人物が関東管領でした。しかし上杉憲政は関東で勢力を拡大していた新興勢力の北条氏康に追い払われたため越後に亡命します。当時越後は長尾景虎という人物が治めていました。長尾景虎は関東管領の上杉憲政から関東管領職と系譜を譲られます。長尾を改め上杉と名乗りました。上杉景虎、後に仏門に入ったため上杉謙信の誕生です。上杉謙信は関東管領職、すなわち関東の久保を補佐する仕事をする必要が出たため関東に出陣しました。1560年9月、上杉憲政を投降して関東衛生をします。上野の北条型書城を攻め取り、翌年の3月には小田原城を包囲します。快進撃です。し
しかしこの快進撃も長くは続きませんでした。ついに対局する時が来ます。上杉謙信は小田原城にたどり着くまでに6ヶ月かかっています。変態戦は伸びきっていました。また、兵糧の現地調達ができなかったようです。関東各地は飢饉に見舞われていました。上杉軍に参陣していた佐竹義明、小田氏、宇都宮氏が撤兵を要求。また、一部諸将が無断で陣を引き払います。さらには武蔵国の松山城では、上田友直が反旗を翻すという動きもあったようです。とても戦が続けられる状態ではありませんでした。さらに、甲斐の武田信玄がこんな動きを見せます。北条と同盟を結んでいた武田信玄は、北信濃に出兵し、謙信の続城、先ヶ岳城を落としました。さらに武田信玄は信濃の川中島に海津城を築城します。信濃で武田勢と睨み合いを続ける上杉謙信にとって、武田の海津城の築城は脅威でした。対抗策を練る必要に迫られます。さらに武田信玄の暗躍は続きます。上杉謙信の領有する越中国で一向一揆が蜂起しました。武田の策謀です。余談ですが、上杉謙信の関東出兵、官邸管領職を受け継いで関東区防を補佐する仕事ができたための関東衛星という大義名分を掲げていますが、実利的な側面も実はありました。時は戦国時代です。度重なる戦で食料の確保や労働力の確保が困難な時代でした。そこで領主は何を考えたか。収穫期を外して他国へ出兵です。戦に出かければ食料を現地調達できます。自分の土地の食料を減らさなくて済むわけです。また戦場には鎧や刀なども落ちています。物品が手に入ります。また戦に勝てば人手を連れて帰ることもできました。そのような目先の目的もあったようです。本題に戻ります。関東は飢饉に見舞われていたため、上杉軍は食料の現地調達が困難でした。そして小田原城は堅固でした。上杉謙信は1ヶ月で包囲戦を諦めます。鎌倉の鶴岡八幡宮で官邸管領職に就いたことを報告します。鎌倉は源氏の棟梁で鎌倉幕府を開いた源頼朝が作った町です。その後、北条氏の逆襲もあったことから、上杉謙信は越後に引き返しました。以上、上杉謙信の小田原城攻めでした。おう、皆の衆。久しぶりじゃな。私ら誰かわかったかな。早速答え合わせじゃ。私の名前は北条氏康である。ご北条の三代目、北条早雲の孫にあたるのが私だ。なぜ、ご北条というのか知っておるか。それは、鎌倉時代に、鎌倉幕府の北条があるからである。戦国時代の北条とは別の北条だがの。私の北条は、もともと伊勢氏といった。祖父の北条早雲は、存命中、北条を名乗ったことがないのじゃ。伊勢新九郎を名乗っておった。伊勢氏は室町幕府の政所執事の家柄である。応仁の乱で都が乱れ、血縁関係の今川氏を頼って駿河へ下校したのじゃ。ちょうどその時、今川家で当主の今川義忠が討ち死にし、家督争いが生じた。我が祖父である伊勢新九郎は妹の女子である今川氏親を当主につけることに成功。駿河と伊豆の間にある報国事情を任されたのじゃ。その後、伊豆を平定し、息子や私の代で伊豆からさらに両国を広げたのじゃ。私の子や孫の代までは両国を広げ続けたようだぞ。その後は知らんがの。父の氏綱が北条を名乗ったのは、北条が関東にゆかりのある名前だからじゃないか。では皆の衆、
残りの時間、小田原城巡り楽しんでくれ。チャンネル登録と高評価ボタンを忘れないようにな。あそこにいるのはニック機豊臣秀吉。全軍出陣じゃあ。今回のお城巡りは丸亀城に向かいます。丸亀城は香川県にあるお城です。現存天守では最小のお城です。羽坂十三郎の石垣伝説が残る高い石垣を螺旋状に麓まで築いた石垣が綺麗なお城です。ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。では次のお城巡りでまたお会いしましょう。